はいどうも、ストックロックです。今日はボッシュのトリマー PMR500 を紹介していきたいと思います。それで今回こちらを紹介する理由なんですけれども、これからトリマーのジグをいろいろ作っていこうかなと考えているんですけれども、その前に今使っているトリマーをちょっと一度ご紹介しておきたいなと思いまして、このトリマーなんですけれども、結構使い勝手が良くてですね、他のトリマーにはついていない機能なんかもございますので、良い点悪い点もあるんですけれども、そのあたりを踏まえてね、この動画で紹介できればなと思っております。でまずこのトリマーなんですけれども、ボッシュさんの中でも DIY 用なんですよね。この緑色 DIY 用で販売してるんですけれども、プロ用ではない。それでもですね、かなり作りの良いトリマーとなってますので、最初に言いますけど、私は非常におすすめです。まずはじめに付属品の紹介をしていくんですけれども、トリマー本体こちらと、あとストレートガイド。これ本当はですね、ここに、コッパなんかを挟んであげると、こういうのね、こういうのを取り付けてあげると安定して使えるんですけれども、今ちょっと外してます。材に対して平行にまっすぐ切削していくためのジグですね。これはこの本体の裏面にここを回すだけでカシャッと取り付けることができます。それともう一つ、こちらトリマーガイド。要はストレートビットをコロ付きに変えれるよっていう感じですね。用途としては、ストレートビットに限らず使うんですけれども、正直私あんまり使ったことありません。これもですね、ネジを緩めることによってこのコロの位置を変えることができます。広がってきますよね。コロと刃の位置をこのつまみで調整できると、そういったトリマーガイドになってます。それともう一つ、テンプレートガイド。こちらですね。これはね、正直ね、あんまりいいものじゃありません。1回しか使ったことないんですけど、あまり良くなかったなっていう印象です。この鉄板がね、ちょっとね、柔らかい、薄い。これもうちょっと硬いいいもんだといいんですけどね、おまけなので、こんなもんでしょうっていう。それとトリマーのビットを交換するためのレンチも付属してます。ボッシュって入ったやつね。はい、こちらも標準で付属しております。はい、では実際にですね、長所と短所をお伝えしようかなと思うんですけれども、まず長所、今これ刃出てないんですけれども、それでこうやって立てれてますけど、実際刃出てると立てれないですよね、使ってる時。これはですね、逆さまにすると立てれる。これ結構いいです。長所の一つですね。こうやって置ける。こうじゃなくてこうやって置けるというのが1点。次にお伝えするのが最大の長所なんですけれども、刃のね出す量、これの調整が非常に優秀です。で今一通り一連の流れをお伝えします。例えばこれに溝を、このライン見えるかな、なんか元から引いてあったラインなんだけど、このラインに沿って溝を掘りたいよっていう時に、もちろん溝の深さを設定するわけですよね。その設定方法なんですけれども、これをまず緩めます。はい、これ取れるようになってます。もちろん交換する時も取るんですけれども、このベースとですね、本体がですね、はい、ここ矢印と鍵が開いたマークと鍵が閉まったマーク、今このフリーの鍵開いてる方なんですけど、これだと抜けるんですよ。で鍵ロックの方にこれを回すと動かなくなります。でまずやり方としては、フリーの状態で材料に優しく乗せます。はい、この状態で一度さっきのロックの方向にして閉めます。この閉めた時にここについてるメモリ、これを今何センチ何ミリのところにこのラインがあるのかを読み取ります。今だと約1センチ1ミリぐらいかな、1ミリまでいってないかなってぐらいなんですけど、実際これはビットの長さによって変わるわけですよね。取り付ける位置だったりビットの長さによって変わると思うんですけど、まずこれを見ます。で見た上で、じゃあ3ミリの溝を掘りたいんだっていう時にですね、これをまた緩めます。緩めてだいたい3ミリの位置に合わせて、さっきプラス3ミリ、さっきのが11ミリだったとすると14ぐらいの位置に合わせてロックをかけます。で閉めます。これでだいたいセット的には完了です。ただ今の手で調整したので
絶対ちょっとずれてますよね。でその時のためにここに微調整するダイヤルがついてまして、これの使い方なんですけど、このロックの状態でここだけ開きます。パカッと。でこの状態で先ほどのこのダイヤルを回してあげると微妙に動くんですよ。このダイヤルを時計回りに回すと深くなっていきます。要はこのベースが上がっていきます。で刃が出てきます。で反時計回りに回すと逆にベースが下がります。でこの刃の出が少なくなりますっていう具合で、微妙な調整、微調整がこのダイヤル1個でできると、これはかなり利点で使いやすいです。他のトリマーについてない機能なので、最初使う時は正直この手順ちょっとややこしく感じてですね、使いにくくさも感じたりするんですけど、もうこれ一度慣れてしまうと離れられない機能になってますので、非常におすすめです。なので最初に買うトリマーとしては、私はこれは一押しの、商品となっております。それともう一個いいところがあって、実際にじゃあ先ほど設定して掘り進めるよって時にですね、このね指乗っけれるのがね、なんて言うんだろう、いいんですよね。ちょうどここくぼんでるんですよ、2箇所。指が乗せれるような形になってまして、これがかなり安定します。こうビューッと、これもまあいいところですね。でここアルミでベースができているので、非常にプラスチックではないので、この一番下のベースはプラスチックだけど上がアルミでできているので、非常にちょっと合成が高くて信頼できるなと感じております。もちろんね、ずっと私使ってきて短所、悪い部分感じてる部分もありまして、まず1個目、このコード、電源のコード、これがね太くて硬い。なのでちょっとね取り回ししづらいなっていうのがあります。正直掘っていく時にね、そこまで邪魔かって言われるとあれなんだけど、邪魔ですねもうちょっと細くて柔らかいもの、せめて柔らかいもの使ってくれてよかったんじゃないかなっていうのが1点で、もう一つこのテンプレートガイド、これね、さっきこれ自体貧弱だよって言いましたけど、これつける時にこのプラスチックのベースネジを4箇所外してね、この黒いのを取ってテンプレートガイドを中に入れ込む必要があるんですけど、これ自体のねはまりの収まりはいいんですけど、このベース、これを緩めるとこのベース自体がねちょっとね動くんですよ。今ちょっとこの後ろ軽く緩めますね。はい、今緩めたんですけど、このね黒いベースにね遊びがあるんですよ。ちょっとこれ分かりますかね。ベースの出自体にこれ遊びがある。なのでこれからジグを作ろうとしてる上で、これ例えば何かにね当ててこれに沿って切るってなった時に、このベースの取り付け方によって1ミリ以上ずれちゃうんですよ。これね、これが欠点で、ちょっとこれの打開策としては、このベースを取り付ける時に私はここを下にしてポンとこの後ろ側に黒いのが飛び出るような形を作って、なるべくこっちに寄せた状態で取り付けるようにしてます。はい、この状態で回すと、はいっていう風に一応徹底してます。そうするといつも変わらないはずなので、ただこれからジグを作るので、もう私はこれ以降これを外すことは多分ないと思います。このままいきます。はい、ということでざっと長所と短所、私の感じている部分を説明しましたけれども、総合評価は非常に高いです。すごくいい製品だと思います。で、なんて言ってもねパワーがあるので、ボッシュさん一応パワートリマーとして売り出しているので、結構パワーすごく感じられます。ざっと仕様の方を説明するとですね、型番は PMR500 なんですけれども、500W で、無負荷回転数が1分間で3万回転する回転数となっております。でコレット径が 6mmで、最大切削深さが 30mm、3センチですね。で重さが約 1.5kg となっております。で補足説明として刃の交換の方法なんですけれども、この先ほどのベース板を外してもらって、でこの赤ボタン、これロックボタンになっているので、これを押した状態でちゃんと入る部分がありますので、この深く入るところでよっと緩めると、そうするとシュッと
はい、抜けますと。なのでビットの交換も非常に簡単な製品になっております。はい、ということで最後にね、簡単ではありますが、こいつのちょっとパワーを見ていただこうと思って、ストレートビットで 2x4 材に1列溝を掘っていきたいと思います。一応直線にするっていうことで、このストレートガイドを取り付けて実際に作業してみたいと思います。はい。で、このストレートガイドもこのつまみを緩めることによって位置の調整ができますので、今回はこの辺でいいかな。ちょっと適当に、はい、じゃあこのぐらいのラインでいきますよと。で、先ほどの深さの調整ですね。よいしょ、緩めて材料を突き当てる。材料を突き当てた後、一度ロックしてしまう。はい。で、この状態でメモリを読む。で、現在のメモリが約1センチになっているので、3ミリの場合は13ミリですねに合わせると。はい、これで OK です。で、もしこの時点でずれてるなって思った場合は、微調整はね、こっちはロックの場所でいいんですけど、これだけ開いた状態でこれを回すと、調節ネジを回すと、そうすると深さが変わると、そういった形ですね。はい、これで 3mm のビットの出てる量が 3mm になりましたので、これで溝を掘っていきたいと思います。で、実際に溝を掘る時には、手で押さえるのもいいんですけど、クランプで固定した方がいいですね。本当は2箇所固定するといいです。ほら、この時にね、ちょっとこのコードが煩わしいんですよ、この硬いコードが。では、いきます。はい、こんな感じですね。ちょっとささくれできてますけど、ビット次第ですごく綺麗にいきます。で、今ね、実は 2x4 材の小口にストレートガイドを当てると、この真ん中の部分、これガイドないんですよ。ここの部分ね、ここにね入っちゃうんですよ。ギューッとカットしてった時にこう入っちゃったりとか、そうすると位置ずれちゃいますよね。こう入っちゃったりとかで、ずれちゃうので、そういったことを防ぐために、本当はこのガイド自体にこういうコッパでいいんで、なんかの切ったコッパでいいんで、ただこの面がねちゃんとまっすぐなやつ、面がまっすぐであれば別にここの厚さなんてどうでもいいんで、この面がまっすぐな面をこっちにつけてあげると、ガイドに。で、ガイド自体にもネジ穴ちゃんとついてますんで、これをつけてあげるともっとまっすぐにいきます。ということでね、工夫した使い方っていうのはどのトリマーを買ったとしても必要になってくるので、こいつの性能には関係ないですのでね、こいつ自体は本当にパワーがあって、この進みも全然スムーズで綺麗に仕上げることができます。他にもね、使い方紹介したい部分はあるんですけど、例えばこのテンプレートガイドを使ってこういうね、これそこにあったやつだけど、この R 同じ風にいっぱい切り出したいなっていう時に、ガイドを使って、ガイドがちょうど材に当たるような仕組みになっているので、この材に沿ってカットできると、そういったこともできるんですけど、今回はこのストレートだけの紹介にしました。この機種のパワーが分かればいいでしょうっていうことで、あとはトリマーって工夫次第で何とでもなると思ってるので、これでいいでしょう。あと角面取りだったりとか、ちょっと装飾を加えた面取りなんかもできてしまうので、それはもうビットを変えるだけでできます。で、本当にいい機種なんで結構年数使ってるんですよ。で、それなのに改めて紹介してもいいなって思えるぐらいいい機種なので、ちょっと気になる方は概要欄の方にね Amazon のリンク貼ってますので、そちらの方からチェックしてみてください。今回はさらっとしたトリマー紹介動画になりましたけれども、次回ねこのトリマーを使いやすくするためのジグを作っていきたいと思ってますので、気になる方はチャンネル登録してね、次回の動画もご覧いただければなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね。